皆さんいよいよ情報出ましたね。ファイアーバーズアップデートだなぁ。通過機体もその高い前線も全て魅力的なアップデートだな。最初見た時はついにステルス機来たかって感じでしたね。もっとも今回は自称戦闘機な攻撃機だがな。ナービロマンはステルス機の中でも最上級よ。まあ別に今回は F117 使わないんだが。対空装備ないもんね仕方ないね。爆弾サプライズで撃墜しか手段ないですからね。じゃあ今回のベルサバでは何乗るんだ？こいつとか乗るのか？いやこいつにするとボーナム卵さんと投稿時間も機体も被る良くない未来しか見えないから却下。今回私が注目したのはこいつ。F15Eストライクイーグルだ。上に来たかこいつが、早速この機体について話してもいいんだが、一回新しくなったアフターバーナーについて見てみてほしい。これは将来動画に数録だから引っ張ってきた映像だが比べてみてどうかな。以前はみんなこの見た目だもんな。エンジンや出力によって少しずつ変わる上元の見た目も綺麗になりましたね。あと機体の周りにこんなのが発生するようになったりね。総じて優秀なアップでさ。そして肝心のこの機体についてもどうぞ。先ほども言った通りこの機体は F15E ストライクイーグル。対地攻撃能力を向上させたりなどした戦闘爆撃機だな。機体構造や電子装備なども変わってるぞ。そして対空戦闘でもより強くなってると。詳しい解説は昨夜に任せよっか。はいはい。F15E ストライクイーグル戦闘爆撃機。ちなみにストライクイーグルのストライクは対地攻撃の意味です。開発経緯としては、1981年3月のアメリカ空軍による F111 後継機開発コンベンションによるもので、それにマグダネル・ダグラス社が提出し見事採用されることとなりました。機体構造を大幅に変えた上対地攻撃能力が向上。CFT タンクというものもデフォルトでついていますが惑星ではまあつけなくていいでしょう。あとなぜかエンジン名前は変わってませんが見た目とパワーは上がっています。確かエンジンは別なはずなので正式実装時に修正されるでしょう。あと100フレアが大量に積めるので適当に連打しても全然余裕あります。レーダーも変わっていますし対空戦闘でも活躍できるかと思います。それでは解説は以上。1試合目はスペイン。会場は大体住んで色々試行錯誤しながらの試合だな。今日はせっかくの新機体なので BGM も以前のハイテンポ仕様だ。敵との距離現在35キロ前後。速度乗ってるし当たらんことはないが高度差ないのでもう少し接近。相手が F14 だから一応気をつけたいところだ。こちらはアムラーム装備してるので発射後すぐに回避を。了解。そろそろ相手からロックオン飛んでくる頃合いだな。回避はどうする？逆にも余裕あるし撃たれてからでよい。敵空対空ミサイル発射。よしこちらもロック。ボックス3。あとは着ばらまきながら効果。敵との距離と高度的に命中確率はそこそこあるな。F14 の着フレア搭載量はこちらよりはるかに下だ。回避は難しいだろう。こちらはミサイルを振り切りましたね。あとは撃墜を待つのみだ。F14A 撃墜。さすがだな。スキブホーミングミサイル。ここからはせっかくここまで降りてきたしあとは地形利用して接近。低空にいる敵機を一網打尽にする。敵の距離は20キロから30キロといったところか。一応気休め程度に地形に隠れつつ接近しよう。よしそろそろ発射する準備するか。だが相手はビーム起動してそうでロック外れそうだ。いくら敵機少なくミサイル多いとはいえ無駄にはできん。周囲に気を配りつくこいつを追いかけるか。それがいいですね。先ほどの機体をロックオン。捉えた。ボックス3。敵はストーン34のようです。これは相手しっかり回避してるな。当たるかどうか。惜しかったが外れたな。ならばもう一発叩き込むまで。敵機ストーン34ロックオン。ボックス3。この距離であれなら確実に落とせるな。対抗手段巻いてるようだがその動きで無意味だ。ストーン34撃墜。残りプレイヤー機体はあと数機。できれば先手を打ちたいところ。デブサバだとボット操縦の機体もあるからそいつらも殲滅しないとだぞ。まあそいつらならミサイル撃てば確実に落ちるさ。38キロ先に反応。よし行くか。今敵機がいる方向かってるんだがどうやら F15 からレーダー浴びてるらしい。敵にもアメリカいるから F15 以下。もう一つの新型 F15 の可能性あるな。そして時代は流れる。敵がミサイル発射。まだ距離あるから落ち着けば大丈夫さ。幸いこの辺りは多少の低くで隠れれるしな。着も全然余裕あるしいけるいける。あれからしばらく後、普段の試合の半分の人数の上相手が慎重なのかなかなか決定しない。だがまた F15 からレーダー来てるぞ。よしロックオンした。先にミサイル撃たせるとまずいしさっさと撃ってしまおう。敵の距離深度ともにいい条件だな。ミサイルよしっかり導いてくれよ。敵 F15 ミサイル発射。開始。F15 新決定。それと同時にミサイルも来なくなったな。助かったな。うまくロック外れてくれたか。それか相手のミサイルがアムラームじゃなくてスパローだったのかもしれないですね。まあ珍しいと思いますが、まあ結果良ければ全て良かろうなのだ。大型カーズみたいだな。ところで後の残りはどの辺だ？おそらく土側だろうこの感じは。あの味方機がミサイル撃ったら確実にいる。いやすでに発射してますね。よし行くか。やっぱりいたな。だがあっちは味方ストーン34が撃墜するだろう。別の機体を探すか。敵 F15 からのレーダーです。この感覚はすぐそこだな。すぐさま攻撃しよう。ミサイルこちらに撃ってきてないしまだ後期。サイドワインダー忘れたしこれの一発で仕留める。ボックス3。敵 F15 はしっかり回避軌道取り始めたぞ。だがおそらく当たるだろう。アムラーム地面にゲットス。グッと思ったより低くがあったか。だが血のり渡った今私に味方している。相手はサイドワインダー発射。手元に崩れにしてやるさ。どっちで撃墜したが惜しくも回避ならず。もう少し高度あればよかったのに。何をするんだ許さん。人が話してる時に追撃しやがって。痛いよ情けないな。やべえんじゃねえよ。さっきまで真面目な実況してたのにみん
反動、CSP タンクだと近鉄で微妙に不利だから今回はそれではなく暴走かけるさんだ。近鉄戦う割にはサイドワインダーはなしか。デブサバだとあまり近鉄戦起きないからね。あと空戦自体久々だから近鉄は好きだが確実に相手をねじってられるわけじゃない。それで今回は高高度からなるべく仕留めると。もう仕留められるとは言ってない。こらやめろ。潜在敵機を細く距離約37キロ。アムラームここから当たるんですか？以前低高度でこの距離で撃って当たったことあるし、何より今回は高度そこそこあって速度もマッハ 1.3 を超えている。当たらなくはないってことか。だが地形に隠れられるとかも考えられるし今すぐ撃たなくちゃいけないわけじゃないからな。少し様子見さ。そろそろいいかな。ああいけると思うぞ。よし行くか。ボックス3。続いて TWS で別のもロックオン。多少遠いがいけるだろう。ボックス3。あいつはさっきのやつかもな。だな次はこいつだ。距離的にもかなり安心できる距離だ。さらに条件悪くても当たる距離だからな。よし捉えた。ボックス3。続いて別のロックオン。撃ってないか怪しいガストまず発射。もしすでに撃っててもミサイル1本くらいなら致し方なし。ボックス3。さあどうなるか。ミラージ3撃定。まず1つ。97撃定。2つ。とりあえず状況確認のため降下。誤ってボタンを押したが撃ちはしないからな。敵ミラージ発見。こいつは角度的に一旦スルーだ。ミサイル的にクリティカルヒット。エレベーターやったし撃墜確実だな。そして次は終わったぜ。おい何してるんだ。まあ2本無駄になったがまだ3本残ってる。デッキは残り3機だから全然大丈夫さ。だといいんだがな。まずはそこに1機。そして後方の方にミラージを5つ確認している。少なくとも正面は確実にあれそうだな。よしそろそろ頃合いだな。ボックス3。全く反応ないな。デブサバ特有のボット操作のプレイヤーなんだろう。パッと見た感じ相手はファントム2系統だし撃墜確実だ。後の2機は視線上の方だろうから反転する。命中コースだなこれは。ファイトの SDR2 撃墜。よしそれじゃああちらに戻ろう。どうやら遠く以外に近くにもレーダー反応が。本当だな補足してみるか。敵との距離約14キロ。十分射程圏内だ。正直こんな時に敵がこんな場所いるのに困惑してるわ。だからといって使いに手加減はせんがな。101キロ。もう発射するか。ボックス3。しっかり軌道に乗ったな。これはもらった。ミラージ 5F 撃墜。そして奥に J7E がいるぞ。カナダの有名人みたいな名前のボットだな。おそらくあいつが最後の敵機だろう。撃墜に向かいましょうか。距離もかなり近づいた。おそらく客も負けないようなやつだ。これはもらった。もう10キロ切る勢いだもんな。よししっかり捉えた。ボックス3。さすがに命中するはず。今のところはしっかり向かってますね。おいもう一気に外れてるじゃないか。これはスカンコーで決着つけましたですね。最近空やれてない CF10 を初めてだから厳しい。ただ弾道計算機があるのでな。あったで角度的に無理だわ。あの肝心な時に何やってんだ。てか同等操作ボタンを押してるのも落ちないんだが。ボタン設定デブだから違いますよ。かな。ただここの交差で当てるか。弾道計算機デブだ。取りましたし。設定が手作りしろ。あんたのゲームもうるさいわ。大体音量どうなってるんだよ。42.5%。いや。ちなみにこれ普段の動画やさっきのシーンより下がってます。は？世界のしてる変な軌道なんだよ。あ、これはご覧の通り上層を落とそうとしてた。これで低空戦闘機 F15 様だぜ。いや何勝手に落ちてるんだよ。まあこの試合で敵機撃墜はお前だけだしいいだろう。嫌だとしてもだよ。今回も見てくれてありがとう。それ私のコメント高評価くれるととても嬉しいです。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。